こんにちは。今回はコード編みを紹介します。中長編みの玉編みで作るコード編みです。裏も表も同じ模様です。編み方を紹介します。最初は鎖編みを4目編みます。ここから鎖編みを1、2、3、4、4目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。この鎖編みに模様を編みます。立ち上がりの鎖編み2目を編んで、次は鎖編み4目のところに未完成な中長編みを5目編みます。針に糸をかけて、鎖編み4目のところに針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。鎖編み2目を編んだ。それ以上長く引き出してください。これが未完成な中長編みです。未完成な中長編みは全部で5回編みます。今1回編みました。次も針に糸をかけて、鎖編み4目のところに針を入れ、糸をかけて長く引き出します。糸を指で押さえながら、針に糸をかけて、鎖編み4目に針を入れ、糸をかけて長く引き出して糸を揃えます。これで3回未完成な中長編みを編みました。あと2回未完成な中長編みを編みます。同じところに未完成な中長編みを編み、もう1回未完成な中長編みを編んで、糸の長さを揃えてください。次は引き抜き編みをしますが、最初の鎖編み2目を編んだ1目は引き抜かないで未完成な中長編み5目だけを引き抜きます。針に糸をかけて、糸の根元と中長編みの目をしっかり押さえて、すべての糸を引き抜きます。未完成な中長編みすべてを引き抜いて、次は鎖編み2目と今引き抜いた目を引き抜きます。この時に玉編みのように目を縮めないで平らのままで引き抜き編みをします。針に糸をかけて未完成な中長編みをしっかり押さえて糸を引き抜きます。この間はあまり締めないでゆとりのある形にしてください。ゆとりのある形にしないとこの模様にはなりません。次も鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に編むのは同じ模様です。この模様の今はこちらの形です。次はこの部分を編みます。鎖編み2目を編んで裏返し、次は鎖編み2目のところに今編んだ未完成な中長編みを5目編みます。針に糸をかけて鎖編み2目のところに未完成な中長編みを5回編みます。糸を長く引き出して未完成な中長編みが1目できました。同じように5回未完成な中長編みを編みます。これで1、2、3、4回できました。もう1回未完成な中長編みを編み、糸を揃えます。次は未完成な中長編みだけを引き抜きます。針に糸をかけて、
未完成な中長編みをしっかり押さえて糸を引き抜きます。この間は余裕を持たせて引き抜いてください。また未完成な中長編みをしっかり押さえて残りの2本の糸を引き抜きます。引き抜くときにはこの糸を縮めないで広めのままにしておいてください。2つ目の模様ができました。次も鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に編むのはここにある中長編みの立ち上がりの鎖編み2目のところです。この鎖編み2目のところに未完成な中長編みを5回編みます。長めに引き出して1、2、3、4、5、5個の未完成な中長編みができました。未完成な中長編みだけを引き抜きます。しっかり糸を押さえて、未完成な中長編みだけを引き抜き、また糸をしっかり押さえてから、残りの2本を引き抜いて、ここはゆとりを持たせておきます。次にまた鎖編み2目を編んで、編み地を裏返し、鎖編み2目のところに未完成な中長編みを5回編みます。長く引き出して、1、2、3、4、5、編み地をしっかり押さえて、目を押さえます。未完成な中長編みだけを引き抜いて、ここにゆとりを持たせたまま、次に残りの2本の糸を引き抜きます。ここは玉編みのように、こういう風につぼめるのではなく、開いたままにしておきます。これを繰り返します。鎖編み2目を編んで、編み地を裏返し、次のところの鎖編み2目のところに未完成な中長編みを5回編みます。未完成な中長編みを5目編んで、目をしっかり押さえて、糸をかけて未完成な中長編みだけを引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて、また鎖編み2目を編んで編み地を裏返して同じ模様を繰り返していきます。玉編みにはしないで、この隙間は開けたまま玉編みのようにつぼめないで編むのが今回のコード編みの特徴です。厚みのありますが四角っぽい玉編みの模様になります。この間はつぼめないで四角の形になるようにコードを編んでいきます。厚みのある中長編みの未完成な5目を玉編みにしないでゆとりを持たせて四角っぽい形にしながら編んでいくコード編みです。これはバッグの持ち手にしてもしっかりしていますので使えますし、ブレスレットにしても素敵だと思います。中長編み5目の玉編みで作るコードを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。